いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは夏ヒラメ。高級魚として人気のヒラメは実は夏こそ狙い目の季節。ヒラメって夏に釣れるのと意外に思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし水温やベイトの動き、ヒラメの習性を知ることでその理由が明確になります。この動画ではヒラメの夏の行動パターンについてじっくりと解説してまいります。本日の結論です。夏ヒラメを釣るための一番のコツは、水温20度から24度の浅場で浅間詰めを中心に狙うことです。ヒラメはベイトフィッシュを追って浅場へと接岸します。そのタイミングと場所を正しく読み取ることができれば、夏でもしっかりと釣果を上げることが可能です。本日の目次です。夏にヒラメが接岸する理由とは、ヒラメが好む水温帯と水深、地形から見る夏の高ポイント、ベイトとの関係性、実際の釣果データに見る傾向、ヒラメの行動パターンと心理、まとめと考察、それでは順に見ていきましょう。夏にヒラメが接岸する理由とは、ヒラメは本来は比較的深場にいる魚です。しかし夏になると条件が揃えば岸近くまで接近するようになります。その大きな理由は3つあります。まず1つ目は水温の変化です。ヒラメが最も活性を上げる水温帯は18度から24度と言われています。この水温に最も近づくのがまさに夏の早朝なのです。2つ目の理由はベイトの接岸です。夏はキス、イワシ、サッパ、コノシロなどの小魚が岸際に集まる季節。ヒラメはこれを狙って岸近くまでやってきます。3つ目の理由は産卵後の回復期にあたることです。春から初夏にかけて産卵を終えたヒラメは体力を回復するために積極的に捕食を行います。これにより捕食チャンスの多い浅場にも積極的に姿を見せるようになるのです。ヒラメが好む水温帯と水深。ヒラメにとって心地よい水温は18度から24度。この水温帯に入るとヒラメは活発に餌を探すようになります。特に夏場は日中になると浅場の水温が高くなりすぎる傾向がありますが、浅間詰めの時間帯は水温が落ち着き、ヒラメにとって最適な環境が整います。また水深については1メートルから5メートル程度の浅場が狙い目です。ヒラメは意外にも水深1メートル前後の場所にも姿を現します。そこにベイトがいれば、ヒラメはその下に潜み、タイミングを見て一気に食らいつくのです。地形から見る夏の高ポイント。続いて、どんな場所にヒラメが集まりやすいのかについてです。まず注目したいのがサーフ、つまり砂浜です。サーフでは以下のような地形に注目しましょう。離岸流が発生しやすい場所、海底に段差がある駆け上がり、小河川が流れ込む河口付近、これらの場所はベイトが集まりやすく、ヒラメが待ち構えるポイントになります。次に堤防や港湾部、こうした場所では以下のような特徴があります。潮のよれができる場所、テトラポットと砂地が交わる境目、船道やスロープなどの落ち込み、夏場は水温が安定しやすく、夜間にもベイトが入りやすいため、浅間詰めと並んで夕間詰めにもヒラメの活性が上がります。ベイトとの関係性。ヒラメの行動はほとんどがベイトの動きに依存しています。ヒラメが岸近くにやってくるのは餌となる小魚がそこにいるからです。夏に登場する代表的なベイトには、キス、イワシ、サッパ、コノシロ、ハゼ類などが挙げられます。これらのベイトが岸に寄ってくることで、ヒラメもそれを追って浅場へと入ってきます。そのため、釣りのタイミングとしては、ベイトが見える時が大きなチャンスとなるのです。ヒラメは砂地に身を潜め、ベイトが目の前を通るのをじっと待っています。そしてチャンスと見るや、瞬時に砂を蹴って突進し、ベイトを一撃で仕留めます。実際の釣果データに見る傾向。釣り情報誌やウェブ上の報告を見てみると、夏のヒラメ釣果には明確な傾向があります。最も釣果が集中しているのは朝5時から9時の時間帯です。
この時間は夜間の水温上昇が落ち着き、ベイトの活性も高くなります。ということもありますが、夏は昼間の暑さを避けて朝のうちに釣りに行こうという方も多いかもしれませんね。また、夕方の16時から19時も同様に狙い目。夏の高水温が少しずつ落ち着いてきたタイミングで、ヒラメが再び接岸してくる傾向があります。超過の多いポイントには以下のような共通点があります。水深が1メートルから3メートル、小規模河川の流れ込みがある、ベイトが目視できる、地形に変化がある。こうした情報を知っておくことで、実際に釣りに行く際にも大きなヒントになります。ヒラメの行動パターンと心理。ヒラメは待ち伏せ型の魚です。自ら積極的に追いかけるというよりは、目の前に餌が来るのをじっと待ち、それを一撃で仕留めるタイプです。この習性は釣り方にも大きく影響します。例えば、ルアーを動かすときも、ヒラメの目線の高さを、つまり底ギリギリを意識することが重要です。また、あまり速い動きには反応しにくく、スローでナチュラルなアクションが好まれます。夏はベイトも多く、ヒラメも活性が高いため、比較的ルアーに対しても反応がいい時期ですが、それでも通過する餌に対する警戒心は高く、待ち構える形でアタックする傾向は変わりません。このような心理や習性を知ることで、ヒラメに対するアプローチの質が格段に向上します。まとめと考察。それでは最後に本日の内容を振り返りましょう。夏はヒラメの適水温にあたり、活性が高まる季節です。ベイトの接岸によってヒラメも岸近くにやってきます。朝まずめ、夕まずめは最も超過が出やすい時間帯です。地形の変化がある場所、潮通しのいいポイントは要注目。ヒラメの待ち伏せ型習性を意識したアプローチが効果的です。このように夏ヒラメは情報と知識をもとに戦略を立てることで長考前から釣果への道筋を描くことができる魚です。いかがだったでしょうか。今回は夏ヒラメについて解説いたしました。ヒラメの習性、動き、水温との関係、どれも一見難しく見えるかもしれませんが、知れば知るほど面白い世界が広がっていきます。このチャンネルでは今後も知識で釣りを楽しむ内容をたくさんお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。